こんにちは、オズ D です。今回は初心者でも簡単に作れる回路が不要な装置10選の作り方のご紹介です。では作り方へ移りたいと思います。まず最初の回路なし装置は無限マグマ製造装置です。下に設置している大釜部分に無限に溶岩が溜まり、何度でも回収できるので取りに行く手間がなくなります。最初は溶岩を一つからでスタートして、後で増やしていくことも可能です。使用頻度によってお好みで拡張してください。作り方はまず最初に4段の高さにブロックを設置して、2マス開けた場所にも同様に設置します。3段目の高さをブロックでつなぎましょう。仮ブロックを設置してその前後2マスに、ハーフブロックを設置しておきましょう。仮ブロックを壊してこの間の部分に、それぞれ溶岩を流しておきましょう。下のブロックのこの位置に鍾乳石を設置して、下には大釜を設置すれば完成となります。あとは溶岩が大釜に溜まったらバケツで汲んで、他のトラップや装置の燃料として使用しましょう。鍾乳洞がなくて鍾乳石がない場合は、行商人がたまに交換してくれるのでそこで入手しましょう。では次の装置に移ります。二つ目の装置は簡易骨粉製造装置となります。こちらは一番簡単に作れる骨粉製造装置ですね。作り方はまず縦方向に穴を3マス掘っておいて、ラージチェストとホッパーを設置しましょう。ホッパーの上にしゃがみながらコンポスターを設置して、その上にしゃがみながらホッパーを設置します。しゃがみながらホッパーの上にチェストを設置したら、簡易骨粉製造装置の完成になります。使い方は上のチェストに不要になった作物や種、苗木や葉などを入れるだけで OK です。そうしたらコンポスターで堆肥にされた素材たちが、骨粉になって下のチェストに溜まっていってくれます。畑などで余った種などを骨粉にして、作物を育てるのにも役に立ちます。では次の装置に移ります。三つ目の装置はこれまた骨粉製造装置ですが、先ほどよりも高速処理になった装置になります。先ほどの装置を8台分連結させた形になります。作り方はまず地面を 3×3 の範囲に掘っていき、その中にこの向きでホッパーを9個設置しましょう。この2マスを掘ってラージチェストを設置します。9個のホッパーの上にしゃがみながら、それぞれコンポスターを設置しておきます。次は9個のコンポスターの上に接続するように、しゃがみながら9個ホッパーを設置しておきます。しゃがみながらホッパーの上に、チェスト付きボートを設置して、体で押しながらボートを動かして、真ん中あたりに来るように調整します。これで装置は完成なので、しゃがみながらチェストを開けて中に不要な作物などを入れましょう。そうすると先ほどとは比べ物にならないほど、高速で処理していってくれます。あとは骨粉になって下のチェストに溜まっていってくれます。ホッパーなどに余裕が出てきた時に、こちらに拡張するのもありですね。では次の装置に移ります。4つ目の装置は全自動サボテン収穫装置です。こちらは完全放置で勝手にサボテンが溜まります。まず最初に縦方向に7つブロックを設置します。次は7マス目から横に6つブロックを設置します。今度は縦方向に6つブロックを設置します。ブロックが内面の両端から2つずつに、それぞれブロックを設置しておきます。1マス空いている手前から2マス掘って、ラージチェストを設置しておきます。この部分を1マス掘って、接続するようにしゃがみながらホッパーを設置します。4つの角から斜めに1マス入った箇所に、それぞれ砂を設置していきましょう。後ろの2つの角部分からそれぞれ水を流しましょう。水流がこうなっていれば OK です。4つの砂の上にサボテンを設置しておきましょう。
サボテンの上に仮ブロックを設置して、サボテンの間部分にフェンスを設置します。仮ブロックは壊しておきましょう。もう一つのサボテンの間部分にも、同じようにしてフェンスを設置しておきます。これで全自動サボテン収穫装置は完成となります。サボテンは横にブロックがあると壊れるので、それを利用してアイテム化させています。あとは完全放置で勝手にサボテンが収穫され、下のこのチェストに溜まっていってくれます。次はこのサボテン収穫装置を少し改造して、骨粉製造装置にさせる方法になります。5つ目は前の装置の応用編になりますので、その部分だけを紹介させていただきます。これはサボテン収穫装置の回収部分を、2つ目で紹介した骨粉製造装置に変更しています。この上のチェストを壊して設置してあげることで、回収されたサボテンが骨粉になって溜まってくれます。あとは地下部分に設置したチェストに、骨粉が勝手に溜まっていってくれます。2つ目の装置と4つ目の装置を組み合わせることで、全自動で骨粉を製造してくれる装置になります。では次の装置に移ります。次の装置はチェストに入れたアイテムを、自動で焼いて回収してくれる自動かまどです。作り方はまず最初に2マスの穴を掘って、そこにラージチェストを設置しましょう。背面左を1マス掘って、チェストに接続するようにしゃがみながらホッパーを設置します。ホッパーの上にしゃがみながらかまどを設置します。かまどの左に接続するように、しゃがみながらホッパーを設置します。ホッパーの上にしゃがみながらチェストを設置して、かまどの上にはホッパーを設置しましょう。ホッパーとチェストの上にしゃがみながら、ラージチェストを設置したら完成です。あとはこのチェストに燃料を入れることで、かまどに燃料が自動で補充されます。焼きたいアイテムを上のチェストに入れることで、かまどで焼かれて下のチェストに溜まってくれます。あとはこのチェストから回収してあげましょう。では次の装置ですが、こちらも自動かまどを、いくつかつなげて応用したものになります。こちらは先ほど骨粉製造機でも使用した、チェスト付きボートを使ったかまどになります。作り方もよく似ていて簡単です。まず最初に横に2マス掘って、そこにラージチェストを設置します。そうしたらチェストのこの背面部分を3マス掘ります。そこにチェストに接続するように、しゃがみながらホッパーを設置します。もう片方の背面部分から横に2マス掘って、接続するようにホッパーを設置しましょう。この箇所から背面側に2マス掘って、そこにも接続するようにホッパーを設置します。両サイドの3つずつ設置したホッパーの上部分に、しゃがみながらそれぞれかまどを設置しましょう。今設置したかまどの両サイドに接続するように、しゃがみながらそれぞれホッパーを設置しましょう。真ん中の部分にはブロックを設置します。両サイドのかまどの上に接続するように、それぞれしゃがみながらホッパーを設置します。真ん中の部分にはブロックを設置しておきます。あとはブロックの上にチェスト付きボートを設置して、それぞれにかかるように体で押して調整しましょう。両サイドのホッパーの上にも、1台ずつチェスト付きボートを設置しておきましょう。今設置した両サイドのチェスト付きボートに、しゃがみながら燃料を入れておきましょう。そうしたら下の3つのかまどの中に、それぞれ分割して燃料が入ります。あとは焼きたいアイテムを上に入れることで、6つのかまどで同時に焼き始めてくれます。焼けたアイテムはこのチェストに入るので、ここから回収してあげましょう。こちらもホッパーに余裕が出てきたら、先ほどのかまどから拡張して作ってあげても良いですね。では次の装置に移ります。続いての装置は丸石製造装置になります。サバイバル初期にブロックを入手するために、結構必要になってくる装置になります。作り方はまず最初に地面を2マス掘って、
その中にラージチェストを設置します。チェストの後ろに接続するように、しゃがみながらホッパーを設置します。ホッパーに接続するようにして、追加で2つホッパーを設置しておきます。チェストの横部分から5個ブロックを設置しておきます。画面手前には3つブロックを設置しておきます。5つの両サイドと今設置したブロックの上に、それぞれもう一段ブロックを設置しましょう。反対側にも同様に5個ブロックを設置します。両サイドに1つずつブロックを設置します。真ん中3マスにはこの向きで階段を設置します。階段のこの部分に看板を設置します。階段部分にそれぞれ水を流しておきましょう。反対の真ん中に溶岩を流しておきます。そうしたら丸石が生成されます。あとは湧き潰しと飛び散り防止用に、天井部分にハーフブロックを設置します。これで装置は完成となります。あとはつるはしを持って、丸石部分を掘っていくだけで無限に丸石が入手できます。掘った丸石は下のチェストに溜まるので、そこから回収してあげましょう。では次の装置に移ります。続いての装置は釣り装置になります。この装置ではサバイバルに必要不可欠な、食料などを確保することができます。作り方はまず最初に縦方向に4マス掘って、先の2マスにラージチェストを設置します。チェストの背面に接続するように、しゃがみながらホッパーを設置します。後ろの1マスには魚が入ったバケツで、魚ごと水を流しておきましょう。水の背面に仮ブロックを設置して、その前にブロックを設置しておきます。仮ブロックは壊しておきましょう。ブロックの上部分にチェストを1つ設置しておいて、その周りをしゃがみながら看板で囲っていきます。最後にしゃがみながらチェストの位置に、水を流したら完成となります。あとはチェストの上あたりを狙って釣り竿を投げて、かかったら浮きが下に下がるので釣り上げましょう。釣り上げた魚やアイテムなどは、このチェストに溜まるので回収してあげましょう。これで釣りをして食料などを回収できるので、食料不足などの心配をせずに済みますね。では最後の装置の方に移ります。最後の装置は焼肉製造機となります。こちらは繁殖させるだけで、勝手にステーキと皮が溜まっていってくれる装置になります。食料確保にはすごく便利な装置です。作り方はまず最初にラージチェストを設置して、接続するように背面にホッパーを3つ設置します。ホッパーの両サイドにそれぞれ、ブロックを高さ2段で設置しておきます。この位置に仮ブロックを設置してチェストの上に、ハーフブロックを設置したら仮ブロックは壊しておきます。ホッパーの背面部分には、それぞれ高さが6段になるようにブロックを積み上げていきます。正面側のこの位置と1段上の箇所に、このようにトラップドアを設置しておきます。反対側の同じ箇所にも同様にして、トラップドアをこの形で設置しておきます。真ん中のホッパーにボタンを設置しておきます。ハーフブロックの上にガラスを1段設置して、ボタンの上に溶岩を入れておきましょう。溶岩の1段上に下付きでトラップドアを設置して、追加でガラスを2段設置しておきましょう。両サイドのトラップドアの上にも、それぞれガラスを設置しましょう。ガラスの間に水を流しておいて、ガラスの上にはブロックを設置しておきましょう。水の箇所に最低2頭の牛を入れておいて、仮ブロックを設置してフェンスで蓋をしておきます。仮ブロックは壊しておきましょう。この位置に上に登れるようにはしごを設置しておきます。両サイドの上のトラップドアを横向きにして、まずは牛を繁殖させて頭数を増やしていきます。成長を早めたい人はこの隙間から、小麦を与えて成長させましょう。そうして牛を20頭ほどまで増やすことができたら、今度はトラップドアを閉めて繁殖させましょう。
そうしたら今度は格子が下に落ちてくるので、あとは成長するまで放置しておきます。この隙間から成長もさせれて、成長した牛は溶岩で焼かれて焼肉になります。焼かれた牛がドロップしたアイテムは、このチェストから回収してあげましょう。繁殖させる必要はありますが、統合版のクールタイムは1分と短いので大量に繁殖させることも可能です。食料が大量に手に入るのでかなり便利な装置です。今回の装置たちはいかがだったでしょうか。回路を使用せずに作成できて、サバイバルでも役に立つ装置を、10個厳選してご紹介させていただきました。他にも回路を使用せずに便利な装置はありますが、簡単に作れるところで選んではみたので、良かった装置があれば参考にして作ってみてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひともチャンネル登録と高評価もお願いします。また他にも色々な装置やトラップの動画もあるので、よかったら概要欄などからご覧になってくださいね。ではでは、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。猫